こんにちは、わりです。今回は生地もホイップも桜色の桜コロネを作った時の動画です。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まず最初に生地を作っていきます。牛乳、強力粉、薄力粉、桜パウダー、砂糖、塩、マーガリン、ドライイーストの順に入れたら、パン生地コースでスタート。生地が完成しました。生地ができたら生地を10等分に分割していきます。今回は1つ約 40g に分割していきます。今回桜のパウダーをスーパーで見つけて桜のパンを作ってみたいなと思い作ってみました。パウダーがどれぐらいの色かつくかも試しなしだったので、思ったより色がついてびっくりしました。分割できたら丸めていきます。みたいで結構鮮やかになり、パンの生地を丸めている感じがしないですね。丸めるとさらにお餅感が増しますね。分割できたらベンチタイムを15分取ります。おやすみなさい。ベンチタイムを取っている間に型に油を薄く塗っておきます。型全部同じ大きさを持ってると思ったらちょっと小さかったので、発酵した時どうなるかちょっと不安です。ベンチタイムを取れたら成形していきます。生地を涙型に成形していきます。生地を伸ばすときに徐々に細くしていきます。伸ばすときは押すときに力を入れて、戻すときには力を抜いて戻すだけで生地に張りを出します。張りが出すのが難しい場合は綿棒で丸く伸ばし、生地を畳み棒状にしてから肩端を細くしていってみてください。ここでポイント。生地を棒状の状態で成形していくと伸ばしづらくなるため、涙型に成形していくとその後の成形がしやすくなります。
型に伸ばしたら生地を細く伸ばしていきます。生地は一度に伸ばすと伸ばしづらくちぎれやすいので 2,3 回に分けて生地を休めながら少しずつ伸ばしていきます。最初に涙型にした時からデコボコにならないように綺麗な波型にしていき、伸ばす時も引っ張らずにそのままの形で伸ばしていくと綺麗なコルネになります。パン屋で働いていた時、毎日のように成形していたのですが、上司が作ったコルネがいつも綺麗でなかなか近づけなかったです。生地を伸ばしたらコルネ型に巻きつけていきます。巻きつけるときは引っ張らず型の上に乗せるイメージで巻きつけていきます。小さめのコルネ型は小さめに生地を分割しとけばよかったなと巻きつけているときに後悔しました。成形できたら35度で40分から45分発酵していきます。小さい型の方がやっぱり崩れてしまいました。180度で7分から9分調整していきます。粗熱が取れたら型から外します。油を薄く塗っているので少しねじれるとスルッと取れます。もうちょっと冷ましている間にホイップを混ぜていきます。ボウルにホイップと桜パウダーを入れ、氷水につけながら角が立つまで混ぜていきます。結構桜パウダーが色が出やすいのでほんのり色づく程度にしてみました。混ぜたら生クリームをコルネの先まで入れていきます。うまく巻けなかったコルネに生クリーム切れるの結構難しかったです。入れたら粉糖をまぶします。粉糖をまぶしたら桜色の桜コルネの完成です。